皆さん、災害がいつから科学の研究対象になったかご存知ですか？その大きなきっかけは1755年11月1日に発生したリスボン大震災です。今から約270年前のヨーロッパでは、地震は神様の怒りだと考えられていたんです。その考え方が大きく変わるきっかけとなったのがリスボン大震災でした。地震という自然災害を科学の対象としただけでなく、科学研究のあり方そのものを大きく変えるきっかけとなったのです。今日は神様の怒りと考えられていた災害がどのように科学的探求の対象へと変化していったのか、その歴史的経緯をたどっていきましょう。まず、リスボン大震災がどれほどの規模だったのか見ていきましょう。発生日時は1755年11月1日午前9時40分頃。震源は大西洋サンミンセント岬沖の約 220km。推定マグニチュードは 8.5 から9クラス。2011年の東日本大震災と同程度かそれ以上の規模です。この地震でリスボン市内の建物の約 85% が破壊され、死者数は3万から4万人に達したと推定されています。特に恐ろしかったのは30の災害でした。まず3回の大きな揺れによる建物の倒壊。次に海水が一度引いた後に襲来した巨大津波。そして調理器具の転倒などにより市内各所で発生した火災。当時の銅版画を見るとその壮絶な被害の様子がわかります。しかもこの時の地震の津波はアゾレス諸島や西インド諸島まで到達し、ヨーロッパ全域で揺れが観測されたというヨーロッパ全土、大西洋全域で大きな被害をもたらした広域災害でした。では、なぜこの地震が科学史において特別な転機となっているのでしょうか。それはこの地震が起きたタイミングと場所に深く関係しています。11月1日は万世節、カトリックの重要な祝日でした。敬虔な市民たちが教会でミサに参加しているまさにその時に地震が襲ったんです。教会が倒壊し、多くの信者が犠牲になった一方で、商館などは無傷で残ったという事実に人々は問い始めました。なぜ神は善良な市民の町を破壊したのかと。日本で例えるなら、神社やお寺が壊れたのに中洲のきらびやかなビルは無事だったみたいな感じでしょうか。ここで2つの解釈が対立します。一つは伝統的な神罰説、市民の罪に対する神の怒りだという解釈。もう一つは自然現象として科学的に探求するという新しいアプローチ。この対立こそが地震という自然災害を科学的に捉える歴史的変遷の出発点となったんです。実はリスボン大震災が起きる前からヨーロッパでは科学的な観察の文化が育ちつつありました。1660年、英国王立協会が設立されます。そのモットーはヌリウス・イン・ウェルバ、権威を鵜呑みにするなという意味です。つまり聖書に書いてあるから、教会がそう言っているからではなく、実際に観察してデータを集めて考えようという姿勢です。1665年には科学雑誌フィロソフィカル・トランザクションズが創刊され、地震報告の蓄積が始まります。リスボン大震災までの約90年間で約70件の観察記録が集まりました。特に重要だったのが1750年のロンドン地震です。この地震で多くの報告が行われたのですが、ここで興味深い観察が行われました。それは地震の軌道という概念です。
場所によって揺れの到達時刻や強度が異なる。つまり地震は移動する現象だという認識が生まれたんです。これは現代の震源からの地震波電波という理解の出発点となるものでした。つまりリスボン大震災が起きる頃にはすでに100年近くにわたる観察記録の蓄積があり、地震を科学的に解釈しようという科学的手法の芽が出ていたんです。ここまでリスボン大震災以前の準備期間を見てきました。観察記録の蓄積、地震は移動する現象という経験則、これらが災害後の科学的調査を可能にする土台となったんですね。では次に実際に大震災が起きた時、人々はどう反応したのか見ていきましょう。さて、リスボン大震災が起きた時、2人の人物が対照的な反応を示しました。1人はイエズス会の宣教師ガブリエル・マラグリダ。彼はこれは市民の罪に対する神罰だと説きました。もう1人はポルトガル宰相のポンバル公爵カルバーリョ。彼は全く異なるアプローチをとります。カルバーリョは科学的アンケート調査を実施したんです。質問内容はこんな感じでした。地震は何時に始まり、どれくらい続いたか？海水は引いたか満ちたか？高さはどの程度か？建物の倒壊に方向性はあったか？つまり、なぜ神様はこんな災害を起こしたのかではなく、どのように地震が起きたのか、地震の結果、どのような被害が起こったのかを問うたんです。この違いが科学的探求の本質を示しています。神学的解釈がなぜ民はこれを起こしたのかを問うのに対し、科学的アプローチはどのように起きたのかを明らかにしようとするんですね。さらにカルバーリョはリスボンを再建する際に耐震対策されたガイオラ構造を採用し、なんと兵隊を行進させて建物を振動させる実証実験を行ったとされています。これは災害対策に実験という科学的手法を採用した最初期の事例の一つとされています。リスボン大震災のニュースはヨーロッパ中に広まり、多くの知識人が反応しました。その一人が哲学者として有名なイマヌエル・カントです。カントは1756年、3本の論文を短期間で発表します。カントの主張は明快でした。地震は純粋に物理的、科学的現象である。彼は地下の硫黄と鉄の燃焼によって地震が起きるという仮説を提唱しました。現代の地震学から見れば、これは否定された仮説です。しかし重要なのは、地震のメカニズムを科学現象として理解しようと試みたことなんです。カントは言いました。地震は神罰ではない、ただの自然現象だ。自然法則に従う必然的現象であり、道徳的意味はない。これは神学的解釈を完全に排除する当時としては革命的な主張でした。そして地震学の発達に重要な貢献をした人物が現れます。イングランドの物理学者ジョン・ミッチェルです。ミッチェルは1759年、地震に関する論文を英国王立協会に提出し、1760年には会員に選出されました。この論文は地震学の先駆けとして現代でも高い評価を受けています。ミッチェルの貢献は画期的でした。彼は地震は波動として伝わる現象だと考えました。これは地震を波として捉えた最初期の理論です。また、幾何学的アプローチによって地震がどこで起きたか、今でいう震源を推定する方法を提案しました。
さらに彼は地震の電波速度を秒速約530メートルと推定しました。現代では地震波は秒速5から8キロメートルと判明していますが、当時としては革新的な試みでした。その他にもミッチェルは、津波が海底地震によって引き起こされることや、地層のずれが地震と関係していることを指摘しました。これらの考察は地震を科学的に捉えるために非常に重要な貢献でした。ミッチェルがこれらの科学的考察を可能にした背景には何があったのでしょうか。それはデータの力です。1750年のロンドン地震で得られた地震は移動する現象という経験則、カルバーリョらによる体系的アンケート調査、これらのデータに基づいてミッチェルはリスボン大地震の震源を大西洋上と正確に推定することができたんです。ここにデータに基づいた科学的な地震研究の始まりがあります。さて、時代は19世紀中頃に移ります。ここで登場するのが地震学の父と呼ばれるロバート・マレットです。マレットは実験的アプローチで地震を研究しました。マレットは1849年、地下に爆薬を埋めて爆破実験を行いました。約800メートル離れた場所で地震波の速度を測定したんです。濡れた砂で秒速約251メートル、花崗岩で秒速約427メートル、つまり媒質によって電波速度が異なることを実証しました。これは地震波の性質を理解する上で非常に重要な発見でした。そしてマレットは1858年、世界地震分布図を作成します。約6800件の歴史的地震をカタログ化し、地震が特定地域に偏って起こることを示したんです。驚くべきことに、この分布は現在知られているプレート境界とほぼ一致しているんです。1755年のリスボン大震災から始まった科学的探求が、カント、ミッチェル、マレットという科学者たちの貢献を経て、約100年かけて地震学という学問分野を確立したと言えるんです。そしてこの科学的知見は現代の防災・減災に役立てられています。緊急地震速報、耐震建築、津波警報システム、これらはすべて250年以上前にリスボンで始まった科学的探求の延長線上にあると言えるんです。1755年11月1日、リスボンを襲った大地震は災害を自然科学研究の対象とするという大きなきっかけとなったんです。そして現代ではその科学的知見が私たちの命を守る防災技術や減災技術に生かされています。そんな風に歴史と今の私たちの生活のつながりを実感してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画まで。ごきげんよう。